水亀座って既存の枠を超えて何回やっても前やっても私ダメだったんですマキさんっていう人でも変われるから。水亀座の月パワフルだから。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。私は毎日欠かさず天体のアスペクトを18年間読み続けていて、ノートの記事としてその星読みを毎日発信し続けています。で、そんな私が今どうしてもお伝えしたい珍しいことが起こります。5月の8日から10日までの3日間に注目してください。5月の7日に冥王星が逆行を開始することについては、そしてどんなことが起こるのか、12星座別どう対応すればチャンスタイムとなるのかについてはすでにたっぷりと動画でお話をしました。そして実はその次の日からの3日間ですね、5月の8、9、10、特別な3日間。これただの空白ではなく、未来を作るための大切なマニフェステーションの時間になっているということを今日はお伝えしたいと思います。で、実はですね、この3日間毎日私がアスペクトをチェックしている中で珍しいことが起こることに気がつきました。それは主要天体のアスペクトが一つもない日が3日も続くということなんです。で、先生術はボイドタイムという言葉があります。月がアスペクトを取らない時間帯のことです。丸1日の時もあれば15分だけの時もあります。実はボイドタイムを避けるだけでも人生はかなり軽やかになります。私も何か大事な決定をするときとか交流をするとき、人に頼み事をするときはボイドタイムをチェックして生活をしています。何かに縛られて恐れとともに行動を決めるっていうことは進めていない私ですけど、逆にというかこれポジティブにこの時間さえ避ければ私の計画は成功するはずという後押しになるように、こうした情報を使うことをお勧めしています。ですからガイアハウスの天体の波動を転写したクリスタルグリッドの開運カレンダーでも月や天体のね、移り移動の日にちだけでなくてボイドタイムも全部記入してあります。で、このボイドタイムというのはそんなに多くを占めていませんから、これらを避けても十分快適な人生設計は築けることができます。そして主要天体同士においてもアスペクトは取ってる日の方が大きいと言えます。ですから主要天体が一つもイグザクトなアスペクトを取ってない日の方が珍しいんです。圧倒的に毎日星読みをしていても1ヶ月に 2,3 日ランダムに訪れるっていうこういうペースです。ですから3日連続で、しかも月が水亀座にステイする3日間に主要天体のアスペクトがないということは非常に珍しいということです。で、これは宇宙が私たちに意図的に用意してくれた空白のような時間ということなんです。で、これは単なるお休みの空白ではなく、すでにたっぷりお話しした通りもう一回言いますが、今回の5月の7日開始の冥王星の逆行中は過去を全て清算するチャンスです。で、それが始まるのが5月の7日、その直後にやってくる3日間ということなんです。これは宇宙が私たちに深く深呼吸をして自分自身を見つめ直すためにくれたギフトのような時間です。そしてこの主要天体のないアスペクトの日は、占星術では一番地球に近い天体である月の影響が最大に大きくなると言われています。で、この3日間月はずっと水亀座にいるんです。11日に魚座へと移動していきます。つまりこの3日間は月が土星の制限からも解放されて、海王星の曖昧さからも解放され、外からの情報による金星や木星の混乱からも解放されて、水亀座の月の力を最大限に発揮してくださいっていうふうに私たちに用意してくれた3日間なんです。で、水亀座の月のエネルギーは何か、これ全身でダイレクトに受け取ることができるんですが、水亀座の月は私たちの人生において改革すべきテーマに光を当ててくれます。発明とか発見とか革命、そしてもう人生や自分のマインドや感情や人生そのものを変えたいという場合には、この水亀座の月が一番使えるエネルギーなんです。で、水亀座の月もその変わることを私たちに促している3日間ということになるんですね。なのでこの冥王星逆行開始してからの3日間、宇宙は私たちに変化の意識を強く求めています。
でこれ今自分がダメだから変わりなさいっていうような変化の捉え方をするとすごい否定的になってしまうと思うんですが、そうじゃなくて、あなたもっと幸せになれるよ、もっと豊かになれるよ、もっと自分らしく満ち足りた人生を送れるよ、あなたもっと自分主役になれるよ、なんで我慢してるの、もっと変わりたいと思わないっていうことで、そのためにはどこを変えたらいいと思うというすごくポジティブで前向きな改善点探しを宇宙が提案してくれてる。3日間にこれをするんです。水亀座って既存の枠を超えて何回やっても前やっても私ダメだったんですマキさんっていう人でも変われるから、水亀座の月パワフルだからということです。なので新しい視点で未来を設計してほしいです。でこの3日間、これまでの常識や思い込みをもう一回手放して、自分の魂の使命に基づいた新しい自分への改革案を自由に描いてみてほしいんです。自分自身の周波数を上げて高い波動の人生を現実化するためのマニフェステーションに最適な時間です。なのでまず8日に水亀座に月が入ります。後ほど時間帯ちょっとクリアに整理しますからね。まず入ったら幸せな未来のために変化したいことを明確にしてください。なんかそれもよくわからないよという方もいますが、感情から入るのがおすすめです。今恐れや不安がベースにあるっていう人は、例えばですよ、私は毎朝エネルギーにあふれて喜びとともに一日をスタートする人へと変わる。これで十分です。そしてその状態をまずそれ決めたら、その状態、パワフルに目覚めている状態をしっかりとビジュアライズしてください。そしてさらに10日にボイドタイムが始まるまでの間に、これ時間言いますからね、そのための一つの行動をしてほしいんです。小さなステップでいいんです。自分なりでいいんです。起こしてみてください。例えば今みたいなビジョンだったら、まずその元気に目覚めた姿をビジュアライズして、そして不安や嫉妬や恐れなどネガティブな感情が湧いてきそうな場面になった時に、この間に未来の自分の姿を思い出して、さっきの未来の自分だったら一体そんな時にどんな行動をとるかなっていうふうにさっと意識を変えてみてほしいんです。で例えばよくあるのは、インスタグラムで友達の成功しているような投稿を見て、なんか自分だけ置いていかれるような気分になって不安になったり嫉妬を感じてしまう。こんなことはよく誰でもあることだと思うんですが、そうなった時にパッと切り替えて、私の友達が結果を出したんだったら私も同じように、あるいはもっと頑張ってるんだから、私にも絶対チャンスが巡ってくるはず、なんかこれ見て楽しくなってきたぞって言ってみる。誰も見てないから言ってみる。だって未来のあなただったらそう言うから。最初違和感があってもいいんです。やってみることが大事。この3日間にあなたがなりたい未来の姿を作ってビジュアライズして1回経験してみることで、水亀座の月のエネルギーが現実化をすごく高めてくれます。何しろ水亀座の月は未来を変える力を持っています。そしてこの3日間めちゃめちゃパワフルです。5月の11日に月が魚座に移動すると、この後太陽と木星の優しいアスペクトが巡ってきます。でそこの配置では自分自身の深い部分と共鳴して、安心感の中で新しい一歩を踏み出す力も与えてくれます。ですからこの3日間恐れずに変化に対応して前向きに変化したあなたになってみるということがとても大事なんです。自分の本質に気づいて新しい自分へと再誕生しようとしている人たちを宇宙は絶対応援してくれます。私のクライアントさんは50代60代の人が本当に多いんですが、その最初のセッションからこんな楽しい人生があるなんて思わなかったっていう人生を送ってる人いっぱいいるんで、どなたにだって人生を変えることっていうのは可能なわけです。そして時間帯、ちなみに8日は16時27分までボイドタイムです。月のなんで何もしなくていいんですが、そしてこの時間に水亀座に入りますから、8日の16時27分から今言ったことを始めてください。そして10日は9日はボイドタイムがないのだから十分使って、10日は14時9分からボイドタイムとなっちゃうので、10日でもこの時間までに今言った改革のビジョンワークを完了させてくださいということで、最後にやっぱりこういうメッセージ全部私がこの七芒星のシンボルを宇宙から受け取って、これ日本で登録商標もしておりますが、このシンボルを受け取ってから私の人生は10倍
豊かになって好転して、これを皆さんに届けて、その人たちも本当にこの恩恵を得ておりますので、まずこのシンボルもしっかりこの期間に見ていただきたいですし、このシンボルから生まれたカードリーディング、これが皆さんをより豊かに幸せにするためのメッセージをいつも的確にくれますので、今日もこれを見ている皆さんに今一つメッセージをお伝えします。あれ、数秘術のカードが出ました。数秘術、占星術、新世紀科学のカードがここには65枚あるんですけど、9って宇宙で本を広げてますよね。このエネルギーって宇宙学校で学んでいる姿なんです。だから何か自分が学びたいけどまだ学んでないみたいなものがある人はですね、ぜひこのチャレンジで変わりたい自分、学びたいのに学べてない自分をぜひ一歩踏み出してみていただきたいと思います。もちろんガイアハウスも9ハウスの学校っていう触れ込みで、これ本当に偶然じゃなく、やってますので、宇宙で教えてくれることを学べる学校です。新時代占星術とか今やってるこのセプタグラムのカードリーディングの資格クラスとかやっておりますので、最後ちょっと宣伝になりますけど、本当にどなたでもウェルカム。ピンときた人はいつでもお越しください。では。